お願いします。はい、よろしくお願いします。So today I'm here in Kamo and I've come to visit our Farmer of the Wild series, the Wild Sencha, the Wild Kabusecha, Wild Gyokuro and the Kamo Matcha that we have at the Tea Crane. It's Tokuya Yamazaki that we're meeting today, and I'm looking forward to seeing the tea gardens and his factory and how he deals with his wild tea trees and how he deals with his tea manufacturing in general. So I'll be looking forward to this, and let's go meet Tokuya. Hello, Tokuya. Say hello to everyone watching this YouTube channel all over the world. Hello, everyone. So we're going to meet and see the tea gardens of Tokuya here, and I'll put some translations below because most of it will probably be talking in Japanese. じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。僕は農薬肥料を使わない自然栽培という育て方をしています。今日はティアスさんに、僕の栽培であったり剪定方法であったりその考え方をお伝えしたいと思っております。So behind me here is Tokuya's Yabukita tea field, and we're going to ask him a little bit about how he deals with his cultivation and how he sees the function of weeds and other vegetation in his tea garden and how he deals with that. はい、今は、春の一番茶収穫後に今年はですね一旦お茶の木を刈り落としたので、こんな感じになっています。新芽が2番目がですね出てきているところです。で見てもらうと、ここは比較的僕の農園では少ない方ですけども、草が生えている状態という感じです。まずですね見てもらうとちょうど隣がね普通の栽培なんですが、まずこの茶畑の間がですね僕の農園はかなり広く取っていてかなりね隙間がある感じで、これはなぜかというと太陽の光が当たると、より草が生えます。でその草が生えて枯れるというそのサイクルで循環によって草の根にいろんな菌がついたりとかっていう感じで土がだんだんその草によって肥えていくというような感じで、こちらが肥料を与えるのじゃなくてその土自身が、より良くなっていくっていう力を止めないようにっていうような考え方でやっています。で土はですねすごくこの人間のお腹の腸と働きが似ていて外から菌をね入れるんじゃなくてそのオリジナルの菌がたくさん豊富にあるというのが健康な状態なので、土もそういうような考え方でここのオリジナルの菌を増やすというような考え方でやっています。大事にしている草はあるかっていうことなんですけど、実は土の中にはいろんな草の種が落ちておりましてですが、何が生えるかっていうのは、土の状態によって決まります。で例えばですけども土が硬い状態だと背丈が高くて、根が深く生える。でそれによって土をね根が砕いていってそういう耕すような役割の草が生えてきます。で土が柔らかくなってくると、今度はねその背丈が低くて空気中のね窒素を土に取り込むような草が生えてきて、その土の状態によって自然と生える草が
変わってきます。なので年々生える草っていうのは変化していて、それをこちらでどうこうコントロールしようということではないんですが、生える草によって今どういう状態だなっていうのを僕も見ながら触れているような感じですね。で今見えてますのがこれシダですね。でシダもね、たくさんよく生える草なんですが、これがたくさん生えるところと、やっぱり生えないところとやはり違いがありまして、でそれぞれの草には先ほど申したようにいろんな役割があって生えてくるんですけど、そちらの農園だとねもう隙間がないぐらいの感じなんですが、できるだけ太陽の光が当たる隙間、そしてこう風通しが通るような感じで、この間もねできるだけ空いていっているような感じなんですが、僕もそのように剪定はするんですが、このシダがたくさん生えて枯れる頃には中のね枝がね自然とポキポキ折れるんですよ。つまりどういうことかっていうと、密集したところにすごく生えていて、でこれが役割を終える頃には自然とこう枝がすかれたような感じで隙間を作ってくれるんですね。っていうような感じで草と一緒に、草がやろうとしていることを、こちらも汲み取って、それを先にやってあげるとその作業は必要なくなるので、その草じゃなくてまた違うものが生えてきたりとかで、あと剪定においてはそのお茶の木が重力に対してどう生えているかというのを、かなり大事にしていて、でなのでできるだけこの重力に対してこう傾くような剪定ではなくて、木が重力に対してまっすぐ立てるように、こんな感じの剪定をしています。ここだけ見るとねもう普通の茶畑になってるんで分かりにくいんですが、隣の茶畑を見るとお茶の株があって、かなり斜面の方に伸びるような形で、剪定するのが一般的なやり方ではあるんですが、それに対してこちら下側はできるだけ、剪定してお茶の幹の中心がですねまっすぐこう立つような感じにしています。というのはですね、ティアスさんも日本の武道を学ばれているので、感覚的にはかなり分かっていただけるのではないかなと思うんですが、その体の動きにしてもその軸が通って重力に対してまっすぐ立っている状態だと同じ体でも機能の発揮の仕方が全く変わりますし、例えばこう崩れている状態、踏ん張っている状態だとその相手にうまく力が発揮されなかったりするじゃないですか。それをやっぱり体で知っているので、お茶の木がね木自身の力をうまく発揮して、育てるようにっていうことで、こういう剪定をしています。でなのでですね、僕のお茶作りにとって一番大切にしているのはやはり美味しいお茶をこちらがどう作るかっていうことではなくて、お茶の木自身がねどう元気に育つかというところを一番大切に育てている中で、ティアスさんも今年はどんなお茶ができるのか楽しみにっていうふうにおっしゃっていてくれるんですけども、そのね生産者の僕自身も今年はどんなお茶になるのかというのを楽しみに待っている一人みたいな感じでお茶の木と携わっております。This is a tea garden where he makes gyokuro from the Yabukita tea bushes, and over the tea garden he spans this black cheesecloth to cover the tea trees, so it produces that delicious lush umami flavor. And you can see the tea garden too is very naturally maintained, and basically what he says he does is he just lets the weeds grow, then cuts them back
and lets them decompose on the soil to become nourishment for the tea trees. And that's about the only thing that he does to nourish his gyokuro even. So really the lush umami sweetness is only through the shading, and from this tea you basically only get the flavor of tea itself. This is Goko tea bushes. So this is for kabusecha. Yes, yes.そうね、一見低く見えて、並んでみると結構高いんですよ。これも今剪定が終わったとこですか？あ、そうです、そうです。So these tea bushes have been set back and pruned on top, and これは来年の収穫が次ですか？もう来年までずっと伸ばし続けるんですか？秋まで伸ばして、でそれから刈り整える作業を秋にして、そこから来年また新芽が出ます。収穫はしない。So from these bushes he's not going to harvest anymore, he's going to leave them like this until autumn. Then he's going to do a final pruning on them and leave them to be ready for next year's harvest. So the next harvest is going to be in spring, but he will do one more pruning in autumn. で秋にこの生やした草を手の釜で全部刈ってこの下に返すという作業が多分一番大変。And he says the most difficult task for him is to use a hand cutting device to get all these weeds out. He's going to leave these weeds to grow, then he's going to cut them back, and he puts them back on the soil as nourishment for the tea trees. And that's probably his most enduring task, to really make a delicious tea out of this. じゃあ今ここも新芽が出てるんですね。はい。で今この新芽たちをあえて今収穫しないという理由は何ですか？ああ、そうですね。それは収穫っていうのはやはりこの畑で生み出されたものを外に持ち出すということなので、一番茶以外にも何回もこう畑から持ち出すと、その分ここで生まれたエネルギーを取ってしまいますよね。でそれに対してこう同じ先ほどの秋の剪定にしても、刈って地面に土に返すという作業になると、そこで生まれたものはまた循環するということで、1年の間に、ここで生み出されるエネルギー以上のものを外に持ち出すと、やはり長い目線で見ると痩せてくる、弱ってくる。そうしたくないので、できるだけ外への持ち出しは最小限で、ここで生み出されるものがどんどん積み重なっていくような、育て方を目指しているので、一度しか取らない。それが理由です。This is Samidori tea bushes for my gyokuro. Do you get any backlash from other farmers because you're
growing so many weeds on your tea gardens? 他の農家さんから何か言われたりとかするんですか？ああ、直接はあまり言われないけれど、他のother farmers はhate 僕が草を生やすのはすごく嫌がります。なるほど。それはなぜですか？それはね、一つは種が飛んできて自分の畑に草が生えるじゃないかという、実際はそうでもないんですけど、そういうふうに思われるっていうのが一つと、もう一つはね、すごく根が深いんですが、農業において、こういう草というのは、邪魔者であり敵なんですね。なので、生やすことは悪である。なので、生やしていること自体がもう悪いことであるっていう風な認識です。なので生やすとね、すごく嫌がられますね。なるほど。So one of the struggles for his type of tea growing is, of course, the growing of his weeds, and other farmers don't appreciate that. First, they believe that the weeds might spread little seeds for other weeds to grow also into their tea gardens, which is something that doesn't really happen, and the soil already has certain seeds in it. And the other one is just the preconception that weeds are something that for agricultural products need to be destroyed, and they're like the devil. You can't grow weeds on your tea gardens or your other agricultural fields because they're just considered bad. And if you're growing weeds on your tea gardens and you're not taking care of them, then you're sort of looked at as a bad farmer, which is the unfortunate average conception that another tea grower in the same region here has as him, which makes it difficult for him to maintain his particular practices. The bamboo grass over there is his most difficult task for two reasons. 一つ目は、it's hard work to cut and in autumn. And the second reason is in the spring they come up as なんて言いますかね。at the same time as the tea bushes. Yes, yes. So before harvest, we must cut the bamboo grasses again. So twice a year, you have to go through that difficult task. And so that's perhaps his most difficult weed to deal with because it's so hard and sturdy. And it comes up twice a year, so it's not only once that he has to deal with it, even again before the harvest. The other weeds, he says, don't really grow simultaneously, so once he takes care of them in autumn, he doesn't have to deal with them once more. ここのね、お茶の木で2番目の新芽なんですけど、ちょうどね、季節的にも暑くなるので、虫がねすごく出やすい時期で、一般的には、農薬散布で虫を、排除するっていう作業が今の時期が一番多いんですけど、実際この茶畑の新芽見てもらったら分かるように、実際ね全然被害はなく綺麗に出揃ってるんですね。でその肥料を与えずにそういう循環がね
によって土の状態が、肥料を与えるっていうのは、超えている方に言ったら与えすぎる部分までいくので、それはそれでバランスを崩しているんですが、こうやってね土のバランスがある程度正常になってくるとこうやって新芽が出てても実際虫の被害ってこれぐらい何もなくきれいに育つので、ちょうど一番虫の多い時期ですし、皆さんに見てもらうと面白いかなと思います。同じ場所じゃないですか。同じ場所なんですが、結構こんな風に虫がこっちに虫がいるんですね。飛んでいっちゃったな。黄緑っぽいのがピュ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 っとで、この黄緑っぽいのがね、ここ今飛んでますね。液をね吸うとねこんな感じの色になって、でこの辺やられてるのは多分カビかな何かなっていう感じで、同じ場所なんですけど実際結構いろいろやられているじゃないですか。多分虫はいるんですけど、それを食べる虫もいてみたいな感じでバランスは取れてるんだろうなと思いますね。So because it's summer, it's also the season where it becomes warmest and where the most bugs um, become vibrant and alive, and they also affect the tea trees. And he just explained to us that his tea garden, because he treats it in such a natural way, there's a good balance between nature and human interference, and also the bugs, even though they might visit the tea trees, there is sufficient natural balance to keep them at bay and not allow them to harm the tea trees, or if they do harm the tea trees a little bit, that the tea trees are sufficiently vital to withstand such an attack. And other tea gardens here in just the tea garden neighboring it, actually, we're looking at this Goko tea garden here that he uses for his gyokuro, and then the tea garden that is just next to it here. You can see that there is some affected leaf from the different bugs, and so he explained that the bugs might drink the sap of the leaf, and that's why the tea leaf becomes slightly yellowish, and there's also some brownish parts on the leaf that might have been affected by certain bacteria or another kind of disease. And we're just standing here on the same patch of land in between. This road is that tea garden and his tea garden, and you can see how alive and vibrant his naturally grown tea garden is. And that's something that he appreciates and that he finds very precious to share with us. And if you look over here, this in fact is also a tea garden that he's currently in charge of. The only thing he's done is he just left these bamboo grass weeds to grow, and they've been growing since 1 or 2 months ago, just when he harvested for this year's harvest. So that's not very long ago, and you can see how tall they already are. They're a lot taller than I am. I'm not very tall, but they're a lot taller. And well, this is his native tea garden with the native tea trees underneath it. So you can see how very natural he maintains it. 面白いのが野菜だったらこうやって草に囲まれると消えちゃうというか枯れちゃうんですけど、こういう木はね、このお茶の木もそうですしフルーツ果樹は、草に埋もれるぐらいこう生えても草と一緒に大きくなるので枯れない。じゃあお茶の木の場合は別に草が同時に生えてても問題はないと。枯れないですね。で草がそのお茶の木より上に出るっていうことによっても日光が当たらなくなるとかっていう恐れはあんまりないですか？いやそれは多少ある通りです。それは多少ある。けど埋もれてるところでも実際あんまり枯れないですね。なるほど。強いです。じゃあここもそんなにあんま影響はない、こんな高くなっても。
うん、まあ言うても秋には借りますしね。うん。And this is a native tea field. Tea bushes. For black tea. Like that. 多分イノシシか鹿が歩いた後ですかね。ああ、こうちょっとこうぺたんこになってるとこですか。So this is your native tea trees tea garden for making black tea, Yes, yes. and you're going to make black tea this autumn, Yes, yes. and so now you're just letting it to overgrow with weeds. Well, everyone, tell me if you can actually see the tea bushes. また来た。